どうもこんにちは、モンさんです。今回はこちらサファイアパルスラデオン RX6500XT こちらをゲットしましたのでレビューします。入手価格は27,000円前後。もう使ってみたので今回は結論から言います。このグラボはフル HD ゲーミング特化低価格グラボ。とにかくフル HD でゲームがしたいけど出費は抑えたい人向けグラボです。このグラボの特徴を見ていきましょう。各社のラインナップとターゲット解像度を表にしました。 AMD の現行ラインナップでは最低ラインですが、ターゲット解像度はフル HD のようです。自分でベンチマークしたりいろいろな情報を見てみたところ、性能的には旧世代の RX580 程度、 NVIDIA では GTX1660 と1660スーパーの間程度の性能のようです。旧世代のミドルクラスがエントリークラスと呼ばれる時代に突入したようです。 GPU 詳細です。演算ユニットは RX6600XT のちょうど半分なので性能は半分です。 PCI Express は第4世代ですがレーン数が4と少ないです。そのため Gen4 世代で組むと 100% 活用できますが、の世界になると 10% ほど性能低下しそう。これから組む人向けに割り切ったようです。 VRAM は 4GB でほとんどのゲームの最低要件をクリアしています。昨今では少なく感じますが、最低要件が 2GB を突破したのがモンさんの記憶では2021年発売の NIO2 で衝撃を覚えました。最新のエルデンリングでも最低要件 4GB なのでそうそう遊べないなんてことはなさそう。最低要件が VRAM8GB のサイバーパンク2077とかは無理ですね。てか GTX1060 ですら切り捨てられてるのね。リサイザブルバーに対応、 AMD では SAM と呼びます。なんでいつも AMD の故障は無視されるんでしょうな。これも最新構成向け機能ですね。リアルタイムレイトレーシングに対応していますが貧弱です。これはその他の機能と組み合わせないとカクカクになります。その他の機能としてインフィニティキャッシュ、ラデオンスーパーレゾリューション、ラデオンブーストが機能します。ハードウェアエンコードがついていません。なので配信はできません。動画書き出しも CPU でやらないといけません。割り切り仕様です。デコードは揃っています。 AV1 に非対応ですが VP9 の現状を鑑みると数年は困ることはなさそうです。接続可能なディスプレイは2枚で 8K までに対応。これもデイトレーダーやクリエイターには厳しい。全体的には低価格でフル HD ゲームプレイできるように思い切って機能を割り切ったゲーム特化型グラボと言えそうです。その他の機能を紹介。機能が多すぎて紹介しきれませんので代表的なもの。インフィニティキャッシュは要するに3次キャッシュです。この3次キャッシュのおかげで VRAM が少なくても高速に動作するそうです。ラデオンスーパーレゾリューション RSR はアップスケールするときにきれいにして拡大してくれる機能です。例えば 4K モニターを使っていてゲーム内解像度をフル HD 解像度にすると
単に2倍に拡大されますが、 RSR をオンにするとギザギザが滑らかになったり綺麗に拡大してくれる機能になります。似た機能に FSR も搭載されています。 FSR 対応ゲームしか機能しませんが RSR より綺麗になるようです。ラデオンブーストは負荷がかかった時に自動的にゲーム内の解像度を下げフレームレートが安定する機能です。こちらも対応ゲームしか動きません。 RSR とラデオンブーストは同時に使えませんが、ユーザーでどちらを使うか切り替えができます。この機能によって演算力が低くても快適にプレイすることができます。大抵のベンチマークではこれらの機能をオフにして実施するため、数値で見ると低く出てしまいますが、実際動かしてみると想像以上に快適になります。製品を見ていきます。この製品は2ファン仕様2スロット専用です。光ったりしませんがデザインが入っていてなかなかいいかも。ケースに入れたら見えませんけどね。電源は6ピン1個、低消費電力ですね。サファイアラデオンって書いてあります。裏面はバックプレートがついています。デザインがかっこいいです。このバックプレートですがスチール製で L 曲げしてあります。低価格化するために必死で努力した感じが好感が持てます。ファンの吹き出し口のデザインもかっこいいです。映像出力はディスプレイポート1 HDMI1 です。グラボを取り付けます。このような構成になります。 CPU は Ryzen 3、チップセットは B550。 モンさんのサブパソコンのグラボ入れ替えになるのですが、なんかバランス的にとても良さそうに感じます。まるまる低価格ゲーミングパソコンになってちょうどいいです。ちょっとメモリが多すぎですけど現実的にあり得る構成です。最新の Ryzen 3 4100はなぜか PCI Express が Gen 3なので注意が必要。インテル構成なら失敗しなさそう。グラボの交換は簡単。抜いて挿すだけ。電源コネクタの差し忘れに注意です。今回の内容には関係ないんですけど、HDD も 4TB に交換しておきました。分解するのも手間なんで一緒にやっておきます。モンさんのチャンネルは編集が追いつかないので素材ばっかり溜まっていくんですよね。無事起動しました。ベンチマークしていきます。まずは 3D マーク DirectX 12のタイムスパイ。割と滑らかに動いてます。想像していたより良いです。
スコアです。フル HD なら 60fps 以上出るっぽい。オンラインスコア比較だとゲーミング PC って呼んでやらないよなんてひどい言われようなんですけど、敷居上がりすぎじゃない？ダイレクト X11 のファイヤーストライクです。なんか余裕で動いてます。60fps を割らないです。先ほどのオンラインスコア比較のようにゲーミング PC って呼んでやらないって感じなんですけど、立派です。PCI エクスプレスのテストです。さすがに4レーンは遅いなと感じます。まあベンチマークソフトで見てもわかんないよって感じです。バイオハザード RE2 フル HD 高品質で動かしてみます。VRAM4GB に収まるように調整してやったらびっくりするほどヌルヌルです。あれ？エントリーとは？エントリーっていうと GTX1050 を想像してしまうので、それに比べたら余裕ですな。レイトレーシングオンでやってみます。果たして使えるのでしょうか。ダメです。レイトレは無理そう。レイトレは使える条件が限定されています。大人気のエルデンリングを動かしてみます。60fps 出ますが安定しません。大丈夫。このゲームは RTX3080 を使っていてもフレームレートが安定しません。多少下がっても遊べないレベルではないです。なんかフロムのゲームってここら辺いつも微妙じゃないですか？ダークソウル3も安定しなかったし、セキロも安定しなかったし、フレームレートを書き換えるモッドとか出てたり、おっと誰か来たようだ。そもそも GPU 使用率が 100% にいかないんですよ。CPU が遅いのかゲームの問題か、強制的に 60fps 上限にされているのでこうなるのでは。どこがボトルネックになっているのか分かりません。戦闘での激しい動きや敵の数が多いと多少フレームレートが下がりますが、フレームレートを表示していなければ気づかないくらいだと思います。
シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーです。こいつは重いゲームです。中設定でやってみます。60fps をほぼ割らないです。エントリー言い過ぎ。普通のモニター使って普通にプレイするなら余裕はないですけど十分じゃないですかね。 3D マークの結果通り旧世代のミドルクラス程度の速さです。このゲームはラデオンブースト対応なのでオンにします。低設定レイトレースオンにします。このように貧弱だったレイトレースもラデオンブーストを使えば現実的に使えるようになります。ただし対応ソフトのみです。 RX6500XT のレイトレースはこういった補助機能が前提となった使い方のようです。バイオハザードビレッジです。 VRAM4GB に入るように設定します。めちゃめちゃ余裕です。発売された時に重いって言われていたのに、本当ですか？軽いじゃん。多分なんちゃらかんちゃら CS という機能に対応しているからなんじゃないかなと思いますが、よくわかりません。RTX2080 でプレイしていた時はフレームレートが安定しなくて苦労したんだけどな。ゲームが改善されたのか、それともラデオン最適化が進んだのか、理由は分かりませんが十分なパフォーマンスが出ます。画質も悪くありません。モンさんはエントリークラスという響きに抵抗があります。過去の GTX710、750や950、1050なんかの地雷感が未だにトラウマです。 1080p だとカクカクでがっかり。時代の変化ってすごいね。
まとめです。冒頭でフル HD ゲーミング特化低価格グラボと言いました。さらに 100% 性能を引き出すなら新規じゃないと無理です。エンコーダーがないのでクリエイティブには向きません。貧弱ですがレートレースがついています。対抗となるのは再販された GTX1660 スーパーあたりだと思います。GTX1660 はエンコーダーがついていますがレイトレースはありません。ゲーミング特化かクリエイティブもするのかで選択が分かれそうです。22年6月現在市場では 27,000 円を下回っており在庫も安定しています。今から PC を組むなら PCI Express は Gen 4になっているのでなるべく低価格で PC を組んでフル HD でゲームしてみたい人にとってはおすすめできるのではないかなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。